メディテーションひろしです。よろしくお願いいたします。今回は人付き合いが下手という悩みを持っていた私が、そんな悩みを解決した方法の紹介をさせていただきます。私は以前、人付き合いが下手だと思い悩んでいました。どこに行っても孤立しやすく、すっかり自信もなくなっていました。そして瞑想を行い、意識が広がることで悩みを解決することができました。私のその経験が少しでも皆さんのヒントになればと思います。ぜひ見てみてください。ではどうやって解決したかというと、私は人付き合いがずっと下手だと思って生きてきましたが、それが錯覚だっていうことが分かって解決することができました。なんで錯覚かというと、当然なんですけども、コミュニケーションの仕方に正解はありません。人それぞれの形があっていいはずです。人付き合いの仕方に正解や基準がないということは、コミュニケーションのやり方に上手い下手はないということです。でも、人付き合いの方法に上手いも下手もないはずなのに、私は自分が人付き合いが下手だと思っていました。それが錯覚です。ではなぜそういった錯覚を起こしていたのか。私のケースでは自分と他人との間の自然な距離感を認めることができないということでした。どういうことかと言いますと、当然なんですけれども、みんなそれぞれ価値観やペースっていうのがあって、それが違います。なので、人それぞれ合う合わないがあります。そして、人それぞれにその他人との心地の良い距離感っていうのがあります。この人とはこれくらい、別の人とはこのくらいというように自分にとっての距離感がありますが、人間関係が下手だと思っている私は、その自然な距離感を認めることができませんでした。他の人がみんなと仲良くしてるんだから、自分も仲良くしないといけないと思っていました。例えばですね、距離感に10のメモリがあったとして、メモリが10に近いほど距離感が近く、仲がいいとしたときに、A さんと自分の心地の良い距離感が10のうち2だとします。でも他の人やみんなが A さんと6の距離感で接してたとします。そういう時私は他の人と同じように6の距離感で仲良くできない自分というのを責めていました。他の人が仲良くしているんだから自分も仲良くしなきゃいけないって思っていました。つまり理想が上がってたんですね。これは自分の完璧主義にもあると思います。そこで自然な距離感を認めることがこの問題の解決方法だと気づきました。そして距離感を認めるためにはですね、自分の価値観や自分のペース、あと感情などありのままの自分をまず認めないと距離感も認められないということが分かりました。問題の根本的な原因はありのままの自分を認めることができてないということでした。以上のことに気づいた私は少しずつ改善していって自分を自然な距離感を認められるようになっていきました。自分と他人との間の自然な距離感を認められるようになると、他の人たちが取っている距離感と比べなくなり、それが人間関係の土台になって人間関係が安定していきました。そして他の人たちから自分のコミュニケーションに対して批判されても気持ちがぶれなくなり楽になりました。以上が私の人付き合いが下手だったのを解決した方法です。最後にまとめです。人付き合いが下手だと感じているのは錯覚。ありのままの自分の価値観や感情を認め、自分自身の他人との自然な距離感を認める。自分の人との付き合い方を認める。他の人たちの付き合い方と比べない。以上が私の体験を通して気づいたことです。私と同じ悩みを抱えている人の少しでもヒントになれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。